1989年 GMC バンデューラのご紹介をします。エンジンはスモールブロックシェビーの383 6.3 リッターのエンジンを積んでます。それによってちょっと4000回転ぐらいから加速が重い、ノーマルのエキゾーストマニフォールドを使ってるわけですね。でそれをタコ足にちょっと変えてみよう。で変えてみたら、じゃあ実際どうなるのか、音が変わったり加速が変わったり、何か本当に馬力が上がったりとかするのかなみたいな、そういう感じで交換してみたいと思います。ワールド3315モータース TV、 これは、今回はアメ車でお父さん向けの動画になると思います。で実際に今回使うヘダースはヘッドマンのヘダース、それもボルトオンで今回はだいぶうまくいきました。これはすんなりついてどこにもヒットをしていません。普通はだいたいヘダースをつけますと、あっちにぶつかったこっちにぶつかった、叩いてみようかどうしようか、大幅な変更があると思います。これは結構バンのオーナーの方にはおすすめですね。ただ中間パイプは製作しないとダメです。だいたい後ろのテールの方は出来上がってるけども、そこのところにうまくつけるにはどうしたらいいのっていうか、もう取り回しが全然変わってきますので、やっぱり溶接は必要になると思います。で中間パイプの製作にあたってパイプのカット、これはバンドソーっていうもので、中でロータリー式でブレードがぐる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 回ってます。これステンレス管なんですけども、高速カッターとかでジャーッといっちゃいますと、だいたい焼け焦げて切り口が色変わってしまう。これじゃあまた磨かなきゃいけないっていうこともあるので、このバンドソーでしたら、切り口が焼けたりとかしません。あとは結構夜とかでもカットできますので、音も大きくないですし、これはあった方がいいと思います。ヤフオクとかで最近安く売ってます。ちなみにブレードはモノタロウで買えます。で溶接、ここではティグ溶接、俗にアルゴン溶接ですね、これを使ってます。これもやっぱり火花が出ない、すぐにつけられる、やりやすさって今最近こうだと思いますね。バンドソーで切ってはつけて、切ってはつけての繰り返しになると思います。それもやってると結構面白みがありますので、そこら辺はいろいろレイアウトを考えながらやってみて、あといかに抵抗なく廃棄させるか、そういうことをやっぱ常に考えて、そこら辺はちょっと真面目にやった方がいいかもしれないですね。手口は意外とふざけても大丈夫だと思いますけども、それとあと今回のこのバンデューラは、ミッションは 4L80E、 電子制御の4速ミッションですね。TH400 を、4速にしましたみたいな、そういうもので、あとマネジメント、エンジンを制御しているのは、ホーリーの、ドミネーター EFI。 これはいろんなことできるコンピューターなんですけども、ちょっと難しい部分もあります。ただそのエンジンの仕様によって自由にセッティングができるっていう点では、やっぱり車外の ECU の面白さっていうのはあると思いますね。で、中間パイプを、どうしても右と左だいぶ後ろの方に出てしまいますので、これはトランスミッションのオイルパンがちょっと邪魔なので、それを避ける感じでちょっと後ろ目で取り回してます。合わせては外して、合わせては外してみたいなところがありますけども、このところ結構大事ですね。
ダースをつけますと、どうしてもプラグコードが、短くなると。でこれはテイラーのサンダーボルト 8.2、なんだかんだ言って僕は芯の太さですとか、あとノイズが出にくいとか、そういったところをちょっと重要視して、選んではいるんですけども、これはユニバーサルタイプって言いまして、自分で作るタイプですね。これだと一応車種専用みたいになってるんだと、また長すぎたら届かないっていうところができたりします。できればこのユニバーサルタイプっていう自分で作るやつですね、作って長さを調整してっていうやつをお勧めします。これでヘダースに、ぶつかって焦げてしまうとか、ものすごく近くなってしまうっていうようなことを回避することができます。芯を出して折り返して、で金具をつけてかしめて、でかしめる専用工具みたいなものもアメリカのサイトで売ってるんですね。これは一応 MSD のかしめるツールを使っております。で念のためちょっとここでギュッと締めて、次にブーツですね。これシリコンスプレーシュッとかけて滑りを良くしてます。そうするとこの状態でスッと入っていきます。やっぱりコンピューターですね。これは特にインジェクションの車なので、そのインジェクションっていうのは意外と繊細で、ラジオノイズっていうものに弱いです。でそのラジオノイズが入ると変な風に点火が跳ねてみたりですとか、なんか燃焼でおかしいところが出たとか、アイドリングに不都合があるとか、そういったことがやっぱ出てきます。これ取り付けてざっくりと完成で、熱源に当たっているところは、見られません。一応簡単なんですけども、束ねるだけのワイヤーセパレーターも同時に購入することをお勧めします。本当簡単なやつでいいと思います。ちゃんと踏みくぐってないかとか、光るは光るんですけど、ぐるぐるしてないとか、どっかでリークして火が飛んでたので、そういったものをちょっと確認しながらテストをしています。ヘダース進行にしますと、その耐熱塗料っていうそういうものがついてますので、それが焼け焦げるように煙が出たりとかするんです。結構バンですと車内に充満してしまうので、できれば全部いろいろドアとか開けて、さらに前から扇風機あって変な匂いとか少しやってスプレーって言われたらすぐ焼けちゃうんです。ちょっとエンジンかけていくと、何が変わったって、この時点では何か音が変わったとかなんとかっていうのはあんまり感じないです。これホーリーのモニターつけてるんですけども、これだと一通りいろんなモードが変えられて、メーターになったりとか、今現在の空燃費がいくつとか、点火時期がいくつとか、またはトラブルがなんかおかしいんじゃないかとかってトラブルシューティングにも役立つと思います。ではちょっと次からエキゾーストレブサウンド聞いてみてください。